ありがとう、渚園キャンピング場。また会おう。というわけで、僕は名古屋に向かってもいやー、どのタイミングで愛知に入ったかわかんないんだけど、二川駅って愛知かな。そして途中の道がなんと東海道。歴史上の偉人たちがこの道を歩いたと思うと感慨深いな。ホスト大募集してる。休憩中のファミマですごい人に出会ったよ。またありがとうございました。2日連続で100キロぐらい移動してみて、100キロ原付で移動するのって疲れる。結構疲れた。個人的には原付の1日の最長移動距離はだいたい100キロぐらいじゃないかな。100キロでも結構疲れる。疲労困憊の中、なんとか名古屋に到着。宿泊先はゲストハウス名古屋。名古屋で最も古いと言われる円頓寺商店街の中にあるよ。そしてなんと名古屋にはもう一つ拠点があって、こちらはマンションタイプの家です。一人暮らしよりちょっと広い感じの家ですね。ベランダからは名古屋の街が見下ろせます。そして新幹線も。てなわけで今日も元気に行ってみよう。これウーバーイーツやっていきたいと思います。名古屋の場所全然わからないんで、地形とかね、そういうのは多少不安ですけども、たくさん稼いでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、では早速 UberEats スタートしていきたいと思うんですけども、今まで見たことないヒートアップしてますね。これすごい、こういうこと起きる。とりあえずこっちの方をめがけて出発していきたいと思います。さあ、スタートしました UberEats。UberEats 自体ね、結構久しぶりにやるんで、システムとか使いこなせるかちょっと不安なんですけど、埼玉にいた時はちょこちょこやってたんですけどね、ちゃんとできるかな。早速オーダー入りました。今なんと始めて1分ぐらいで5分ぐらいで着くお店からオーダーが来ましたね。結構最初はドキドキしながらやってますね。慣れない土地と久しぶりの UberEats、そして慣れない録音もしているんで、ちょっとテンパってます。すごい名古屋の街の高層ビル群が並んでます。いや、都会っすね、名古屋って。すげえいいとこやな。初めて来たんですけどね。ここが多分右だな。もうすぐ着くはず。飛騨牛のスキしゃぶイカすな。待って、これ名古屋ウエストってもしかして複合ビルのこと？もしかしてこういうの一番わかんないです。そもそもどこに止めたらいいんだ。やべえ、テンパっておる。なんとか無事にピックアップできました。多分これですね。そして届け先は丸の内という地名ですね。 2.5 キロぐらい、約10分ぐらいですね。久しぶりだからほんとドキドキするな。あと地形がわからないからね。慣れ親しんだ場所だったら大体この道通ればいいなって予想つくんですけど、全く予想つかないからね。配達中に過去にバイクがエンジンつかなくなったことがあって、それが起きないかちょっと怖いんですよね。買って3週間で1回壊れたからな。それがまさしくその時だったんですけど、当然お金だけがなくなっていくんです。なのでこうやってちょこちょこ稼いだりもしなきゃいけないということで、旅先で UberEats をやったりしてます。ある程度ね、大きな街じゃないと配達の需要がそもそもないみたいなことがあると思うので、この先も京都とか大阪とかそういう場所に行ったら時間を見つけてやってみようかなと思います。こんな感じでね、旅をしながらその場その場で働けたりするんで、旅っていうのがしやすくなったんじゃないかなと思います。さあ、なんとか目的地に到着したと思われます。手渡しに行ってきます。そしてすぐオーダーが取ります。というわけで、なんとか無事1件配達終わりました。すぐにオーダーが入ったので、次の場所までだいたい6分ぐらいですね、向かいたいと思います。これだったらね、1時間に3件とかやったら結構稼げますよ。スーツを着た人がたくさんいますね。サラリーマンのお昼時でしょうね、今。UberEats で
この時間に名古屋にいるとは。若干迷いましたが、お店を見つけたので、そして商品をピックアップできたので、次の配達先に向かいたいと思います。やべえ、エンジンつかねえ。買って3週間で壊れた時と一緒だこれ。やべえ、これマジかよ。またじゃん。動かせなくなっちゃった。ギリかかった。いや、これちょっと一回バイク屋持ってかんとまずいかもな。怖っ。とりあえずこの配達はなんとか終えて、家にもちゃんと帰りたい。押して帰るとか超辛いで。うわー、なんか日課ウイスキーの看板見たらもう酒飲みて昼間から酒飲みて。今時刻が12時6分なので、今2件目の配達中なので、だいたい1時間に2件って感じですね。いやでもね、これ1時間に3件ぐらい持っていけるとめちゃくちゃパフォーマンスがいいことになるんで、もうちょっと頑張りたいですね。オーダーは入るんだよな、多分。僕のその配達スピードとかもろもろがちょっと時間かかってるから行ってないだけで、まあちょっとそれを目標に頑張りたいです。目的地におそらく到着したんで、そして今回は置き引きですね。玄関先に置いていきたいと思います。じゃあ2バイクです。はい、開けます。はい。ウーバーイーツです。ACC2F ですね。はい、どうもありがとうございます。ここ左行けば名古屋城か。行きたいな。いや、でも配達せねば。なぜなら僕はウーバーイーツ配達員やから。3回くらいこう配達を繰り返してちょっと慣れてきましたね。昔の感が戻ってきた。ちょっと声に張りも出てきたんじゃないかな。最初はね、マジでちょっとビクビクしすぎて声もボソボソって感じだったけど、テンパってたからね。やっぱ声とかってね、かなりリアルにこの状況を伝えちゃうからビビってんのがバレバレだったと思うけど、調子出てきたぜ。こうやって旅先でウーバーイーツやると街のなんかいろんなところに行けるきっかけになるから、観光ついでにみたいな、そんな感じでも結構面白いかも。ここはね、結構すごい栄えてるな。左にドンキがあって、右斜め前に三越があって、右にはサンシャイン栄、なんか観覧車があるぞ。栄って地域が栄えてるのかな。栄だけになるほど、そういうことか。そうね、ここだって栄駅だもん、あれ。めちゃくちゃここが中心地かもな。さっき僕が通った栄だったかな、ああいう飲み屋街とかあると思うんですけど、ああいうところにね、正直行きたいし、行って飲んでいろんな人と出会うとか、そういうことも旅としてはね、やりたいんですけど、いや、いかんせんね、今お酒も提供できないし、この状況で飲みに行ったりとかってなかなかできないので、ああいう場所に行けないんですよね。それがやっぱ旅をしてる中でもちょっと辛いことの一つですよね。コロナの最中に旅してたらそんなこともあるよっていうことですね。